私は花。幼い頃から憧れていた舞妓になれて、日々頑張っています。今は舞妓として過ごしていますが、もちろん舞妓への道もそう簡単ではありませんでした。まず、舞妓になるためにはいくつかの条件があります。ある程度容姿端麗であること、中学卒業前後の15歳くらいという年齢条件、身長は160センチより高くないこと、また、しきたりもあるので、舞妓として働き続けるそれなりの根性が必要です。資格や学歴は必要ないのですが、舞妓になる前には見習いの修行が必須。中学卒業後、舞妓になるために、まずお世話になる置屋さんを探し、舞妓になればこの置屋に住み込みで生活することになります。そして、置屋さんで保護者同伴で面接をして、お上に認められれば採用となるんです。この面接では、おかみさんによると厳しい修行に耐えられるかどうか、親子の関係も含めてしっかりと見ているのだそう。無事採用となれば、すぐに舞妓になる前の修行である仕込みが始まります。この仕込み期間は、踊りのお稽古はもちろん、しきたり行儀作法など、舞妓として必要なことを学びます。また、自分の勉強だけでなく、お姉さん方、つまり先輩ですね。先輩のお世話や置屋の手伝いもあり、24時間おかみさんやお姉さん方と共に生活します。この仕込みの期間は、舞妓になるためとはいえ、本当にきつく大変な生活です。日々の生活態度も厳しくチェックされますし、自由な時間なんてほとんどありませんから、舞妓になりたい人の半数は辞めてしまいました。しかし無事に仕込みの期間が終われば、晴れて舞妓さんとして様々な舞台で活躍できます。舞妓になれば、8時に起きて身支度を整えてお稽古に向かい、朝はお稽古、夜はお座敷が基本ですので、起床時間自体はそんなに早くありません。午前中のお稽古を終えたら、置屋に戻って昼食。そして昼食後は、お稽古があれば再びお稽古ですが、それ以外はお世話になっているお茶屋さんや、お姉さん方にご挨拶回りに出かけます。茶屋や料理屋は舞妓にとってステージとも言えるもので、以前呼んでもらったお店への挨拶回りは欠かせない営業活動。また、新しいお店にも顔を出して、これから呼ばれるように挨拶します。自分の活動エリアに馴染みを作るというのも、大切な仕事の一つなんですよ。15時からは夜のお座敷の準備を始め、普通の化粧と違って厚い化粧なので、着付けと化粧で2時間とかなり時間がかかります。しかし大変だからといつまでもダラダラやってられません。おかみさんはずっと見ていますから、スピーディーさもここでは求められるんです。18時からはようやく本格的なお仕事。お客さんの待つお座敷へと向かい、宴席を盛り上げます。宴席では踊りを披露したり、会釈をしたり、お客さんとの会話を楽しんだりします。宴席に舞妓を呼ぶのは、お客さんも決して手軽な金額を支払っているわけではありません。なのでその分、日常とは違った癒しを求めているんです。だから、会話を盛り上げてお客さんを楽しくさせるっていうのも重要な仕事。お兄さんは上手やね。ちなみに皆さんは全く想像できないと思いますが、宴席の時に着る着物は10キロくらいあるんです。いつも涼しげな顔で着ていますが、最初は歩くのもかなり大変。そして全てのお座敷が終わって置屋に帰ります。基本的には1軒2時間ほどですが、1日に数軒回るので、置屋に帰るのは深夜1時半くらい。2時頃にようやく眠りにつけます。ちなみに舞妓の髪は地毛なんだけど、髪を言う人があんまりいないので、1週間に1度だけ髪を洗うんです。1週間は毎日このまま高枕で寝ています。高級日として、舞妓の休日は月に2回と年末年始に長期間の休日が数日あります。月に2回しかないのは厳しいって？確かに他の会社から見ると、月に2回しかお休みがないというのは考えられないかもしれませんね。舞妓はあくまでも芸妓になる前の修行期間ですから、お休みがないのは当然と言えるんです。でもとても貴重な休日ですから、高島屋に行ったり百貨店に行ったり、と休みの日はそうして過ごしています。
恋愛はできるのって？恋愛はもちろんご法度です。そもそもプライベートで男性と触れ合える機会すらありませんからね。でも舞妓だって恋に落ちることはあります。私と同期の舞妓は、沖屋さんとの関係が良好な男性でしたから、うまく成就していましたよ。そして舞妓の中でも一番厳しいのが、やはり上下関係です。ちょっと、ここの掃除誰がしたん？もっと丁寧にせな。すみません。沖屋では女性がほとんどですから、お母さんやお姉さんに言われたことは絶対、上下関係は厳しいので、どんな理不尽な状況でも口答えは絶対ダメ。舞妓さんの世界は全てが厳しいので、相撲部屋や軍隊に近いという人も中にはいますよ。そんな大変な世界でどうしてやっていけるのかって？やっぱり私たち舞妓のやりがいといえば、それはお客様の笑顔です。歌や踊り、三味線を普段からお稽古しているからこそ、その練習の成果を発揮できるのは嬉しいこと。自分の歌や踊りでお客さんが喜んでくれている姿は、やはり強い達成感や満足感を得られますし、明日からも頑張ろうという修行の糧になるんです。舞妓は給料をもらえませんが、それ以上に出会うお客さんは、ほとんどの人が有名人や成功者なので、話をしていても面白かったり、ためになる話ばかり。なので舞妓を20歳で卒業した後は、結婚する人も多いんですよ。舞妓をしている年は、基本的に女子高生くらいの年齢です。なのでおしゃれや恋愛を思いっきり楽しみたい年頃ですから、これができないのはかなり辛いです。しかしそれを覚悟した上で舞妓になっていますから、私は後悔はありませんよ。20歳で芸妓になれるので、あと1年半という期間を、舞妓としてお客さんに笑顔で喜んでもらいたいですね。